始まりました。ドタバタ科学ラジオ。東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希です。この番組ドタサイは、私五十嵐美希のドタバタした日常を科学の視点からお届けするポッドキャスト番組です。井戸に集まって世間話や無駄話をした井戸端会議のように、日常の科学をテーマに聞いているあなたとも語り合っていきます。さらにこのポッドキャストを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。そして良きところで YouTube でも公開していきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。さあ今回は5月6日更新ということで、ゴールデンウィークも終わりですね。また頑張っていきましょうね。私の最近の話をしますと、先日九州電力鹿児島支店様の宮電ファミリーフェスタというところでサイエンスショーをしてきました。で鹿児島に行ってきたんですけれども、今回のショーは九州電力の社員の方も一緒に出演してくださるということで、なんと私よりもお若い男性の方と一緒に生クリームを振ってバター作りましょうということですね。その方すごい筋肉なんですよ。聞いてみたらですよ、パワーリフティングで世界3位になったらしくて、これはもしやバターを作るために生まれてきた系の方なのかなっていうぐらい、バターシェイク筋がすごいんですよ。肩のね、そうバターシェイク筋バターシェイクをする時のこの腕の筋肉がもっこもこなのよ。すごい社員をね当ててきたなと思って、いやこれはバターもおそらく一瞬で一振りで物理で言えばですよ、光の速さでバーンっつってバターができるんじゃないかぐらいね。で本番になります。子供たちもたくさんいて、ミュージックスタート、生クリーム持って音楽流れます。まず私が生クリームを持って、踊りながら振るじゃないですか。でよしよし盛り上がってきたぞと思って、サビのところで九州電力の方に生クリームを渡したら、急にマッチョのポーズし始めて静止したんですよ振れよっていうね、そっちじゃないっていうね、筋肉の使い方。バター作る方だから、そう見せる方じゃないから。なんかやっぱ中山きんに君が頭によぎって、振るのかい振らないのかいどっちなんだい振らないみたいなってないじゃんみたいな。なんかあれですかね、筋肉界隈の人はそういう感じなんですかね。なんかね、やると見せかけてやらない人多いのかな。マッチョの人ってはい、しばらく動いてるの見たことないですね。だからやっぱスローに、特にパワーリフティングだからじっくりみたいな。バターと真逆ですね、そう考えるとね。ってなると、何だったんだよあの筋肉っていう鍛え直してこいよって。ちょっとやばい、クライアントだからねごめんなさいね、私バターに関してはちょっと地雷なんで、私のことはいいんですけどバターが許さないからね。ということで、でも最終的に私がそれ奪い取って巻き返してそう最後のエンディングのところずっとシェイクして、なんとかねバターはできたんですけれどもね。ということで、今度もしねまた伺う機会がありましたら、ぜひ世界3位の筋肉をバターに伝達するところを見たいなーってね思いますので、聞いてるかなでもね、このイベントの話してもいいよってね言ってくださってたので、もしかしたら聞いてくださってるかもしれないですね。でも本当に家族で楽しく過ごす時間を企業が提供するということで、他にもラグビーの体験とかドローンの体験とか。そのラグビーの体験、そのマッチョの来てるんですか？それはまた違うマッチョがいるのよマッチョいっぱいいたわ、そういえば。なんなら私も体験してきた。なんかマッチョにタックルしていいんですよ、ドンって。ここでムーンスパイラルハートアタックすればよかったのか。回転せずにそのまま行っちゃったから、みたいな感じで本当に楽しく過ごす企画がいっぱいあって、その中でサイエンスショー
できてとっても嬉しかったです。ぜひまたコラボレーションねできる日を楽しみにしています。サイエンスショーも一緒になって盛り上げてくださりました。九州電力の皆さん本当にありがとうございました。さらにご来場いただいた皆さんもありがとうございました。きんに君もありがとうね。こんな感じで私五十嵐美希の日常の出来事含めお届けします。さらにこの番組ドタサイではあなたからの井戸端会議のようなお便りも募集中。日常の科学に関する質問や疑問、ドタバタエピソード、話してほしいテーマやふつおたも気軽に送ってください。お待ちしています。ラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いします。すべてのお便りはドタバタ科学@gmail.com まで。メールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます。番組の感想や応援などは X でハッシュタグドタサイをつけてポストしてください。そして先週に引き続き今回のドタバタ科学ラジオは私と同じくいい意味で変態、お部屋に500ぐらいのコマがあるコマ博士でもあり、 SF 映画テネットの字幕科学監修なども手掛ける東京工業大学理学院物理学系助教の山崎史郎先生が登場してくださいます。前回お知らせしましたアカデミー賞7部門で受賞した話題の映画オッペンハイマーの原作本の漢訳、翻訳、監修について普段なかなか聞けない裏側のお話を聞いていきます。ドタバタサイエンスラディオ、ドタバタ科学ラジオ第28回は私踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希が気になるゲストさんをお迎えし、対話の中でどんな化学反応が起きていくのかをリアルにお届けしていきます。それではゲストさんをお呼びします。先週に引き続きご挨拶をお願いします。はい、東京工業大学理学院物理学系の山崎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2週連続ということで、はいね、本当出会って2秒でオファーして出会って2秒で2週連続でおかしいですよね。はい、すいません。どうですかドタ祭は。ドタ祭はですね、はい、先週非常にドタバタねいろんなお話させていただいて、はい、なんかすごい台本もなしにこのフランクに続いていくのが面白いな、楽しいなという感じはしますね。このドタバタを感じていただいてます、ドタバタ、いやもうすごいドタバタしてるなってね普段からちょっとドタバタしてるところがねあるのでね、よく言われません？言われますよ。なんでドタバタ科学ラジオになっちゃったんですよ。ですよね。もうちょっと真面目にやりたかったんですけど、ドタバタしてます？はい、ちょっとなんだろう、いろんなとこ行ったりとかしてるような気が、はい、普段から変なとこ行ってるってこといや少しなんとなく、急にやるんで、いろんなことを。そうか、はい、だってねいきなりラジオ出てっていきなり決まりましたね。そうですね、2秒ですからね本当にね、私も引き受けた方も引き受けた方かもしれませんけどね。ドタバタ仲間でいいですか？ドタバタ仲間でね、回転仲間ドタバタ仲間、そうですね。はい、さて2週連続の今回は前回お知らせをしましたアカデミー賞7部門で受賞した話題の映画オッペンハイマーの原作本の漢訳、翻訳、監修について、はい、普段なかなか聞けない裏側をお伺いしていきたいなと思います。まずオッペンハイマーの映画も私も拝見したんですけれども、原作本の漢訳をされた立場から、今回映画見られてどうでしたか？そうですね、やっぱり原作本読むのが4週間ぐらいだいたいかかっているんですね。でそれでもものすごい時間をかけてワンシーンワンシーンをずっともう見てったので、でそれがですね映画でやっぱり2時間にコンパクトに集約されてこうやってギュッと出てくるので、これはあのシーンかこれはこのシーンかって思いながら見てて、同時にこれ原作読まないと分かんないんじゃないかなって思うようなシーンがやっぱり結構正直言うとありました、本当に一瞬のよく分かんないシーンで、これ原作のあのシーンをギュッと1シーンに集約して表現してるのかなみたいなのがねいくつかあるので、なので、ちょっとそういったねある意味達観した思いで見れたなっていうのが一つあったかなっていうのがありますね。映像で表現するのと、やっぱ文章で表現するのもまたね全然違いますよ。違うわけですね。そうなんですよ。やっぱり一番違うのは時間のスパンが違うっていうのがありますよね。映画は2時間ぐらいですけども、小説の場合は
今回のオッペンハイマーだったら、うん普通の人が一生懸命読んでもまあ1週間ぐらいはかかる、特に私はその簡約しながら読んでたのでもう4週間かかっちゃったんですけども、はい、結構大変でしたけどね。いややっぱそういうのが全然違うので、うん映像だとパッてわかるけどもやっぱ深みで言うとやっぱ小説の方があるかなっていうのはやっぱりありますじゃあよね。やっぱこう両方映画も見て、ん原作本も見るっていうのがやっぱがそうですね、その方が本も売れて私も嬉しいっていうのはやっぱりありますからそれはね。もちろんそうですしね、はいあのシーンがここだったんだっていうふうにね、そうです。いや作られ方はでも全然違いますか？やっぱり似たようなシーンもあれば全然違うシーンもやっぱりあるし、やっぱり小説の、正直8割ぐらいは飛ばされてるというかカットされてるので、もちろんそれは2時間の映画なんでしょうがないですけども、やっぱそういうところが違うなってのがあったって気はしますね。そうなんですね。今回オッペンハイマーすごく話題で、それを見た方からなんか個人的にこう質問されたりとかしないですか？結構しますね。どういう質問されるんですか？ですね、やっぱり兵器の開発のシーンとか、そういうところとかで例えばロスアロモスで、トリニティ実験っていうね核実験するんですけども、その時にオッペンハイマーたちが近くから爆弾を観察してるように見えるので、あれって本当に大丈夫だったんですかとか、そういう質問が結構7人ぐらいからすごい来ましたね。もう殺到してるじゃないですか。殺到してますね。そんな近くから見て大丈夫だったんですかって質問はすごいいっぱい来ましたね。確かになんかこう、眼鏡をこうかけて、見るシーンが、ありましたけど、距離は確かに描かれ方的にはそうなんですよ。ちょっと近いように私も思ったんですけど、そうですよね。そのあたりはどうなんですか実際？あれはですね、クリストファー・ノーラン監督のこだわりが、ある意味、ネガティブに出ちゃった部分と言えるところでして、でノーラン監督はですねCG は基本的に絶対使わないんですね。なので基本的には全て実物でやるっていうような、そういうこだわりのある監督なんですけども、でもちろん本物の原子爆弾と同じ爆発を CG なしで作るのはそれはもちろん不可能なわけなんですよ。ってことは実際にはそれよりもおそらく100分の1か1000分の1ぐらいの規模の爆発を、起こすしかないんですね。でそれは爆弾とかガソリンとかをいろいろブレンドして、核爆発に見えるように作ったらしいんですけども、とはいえその爆発やっぱり本物よりはもう1000分の1とか1万分の1の小さなものなので、映画的にはそれ撮影するときに実際の距離よりも100倍ぐらい近くでカメラを回さなきゃダメなわけですよね、もちろん。でそれすると一般のお客さんが見てると、あれこれなんか結構近くで爆発してないってどうしても感じちゃうわけなんですね。遠くだったらなんか少し霞んで見えたりとかいろいろするはずですけど、そういうのが全然ないので、だからそれでなんかまるで100メートル先で爆発してる小さな爆発のように見えちゃったってのがちょっと裏にあります。そうなんですね。でもそれはクリストファー・ノーランのそういうこだわりを、分かってらっしゃる山崎先生ならではの、そうですね。だからこそ分かることですね。そうですそうです。だからあそこはあんまりねあんま突っ込まないであげてほしい。一ファンとしてもね、そういうことですね。だって本物のね、大きな 1km、2km の爆発なんて起きるはずないですので、実際には多分10メートルか20メートルぐらいの爆発を取って、50メートルかな、それぐらいの爆発を取って大きく見せてたんで、だからあれは CG じゃないってことですね。 CG じゃないんです。本当に普通の爆発なんですよ。でもすごいこだわりですよね。ゴジラマイナスワンっていう映画がありましたけども、そういう映画では、ゴジラがねアトミックブレスっていうのをブワーって吐くんですけど、それは一種の核兵器に対するメタファーみたいなもんかなと僕は感じてるんですけど、あれなんかは逆にその CG をフルに使って大迫力出して、あれはあれでアカデミー賞を取ったんですよね。でもノーラン監督は全く違うやり方でアカデミー賞を取った、その対比が面白いなと思いましたね。過去にそのテネットも字幕科学監修をされていますけれども、なんかその時とこう、比べたりとか思いを馳せることはありましたか？やっぱそうですね。テネットの時はどっちかっていうと時間の物理って感じで、時間がその前に進むだけじゃなくて後ろに進むっていう、そういうねどっちかというと割とピュアな物理の話だったんで、やってて純粋に楽しかったんですよね。
でオッペンハイマーはやっぱりこういうね兵器の話だったりとか、あと実はですねオッペンハイマー映画でも小説でも見たり読んでいただけると分かるんですけど、決してそのサイエンス中心の話ではないんですね。社会主義とか、そういう政治的な話がいっぱい出てきまして、でそういうのがいっぱい出てくるので、あとオッペンハイマーが最終的には政府から叩かれてしまうとか、そういうのがいっぱい出てくるので、なんで楽しかったなっていうのだけじゃなくて、やっぱそういうちょっと辛かったな見てて、オッペンハイマーの気持ちに4週間も読んでるともう自分がオッペンハイマーだと思ってきちゃうんですよ。まあでもね、ご自身も物理学者でいらっしゃいますから、やっぱそこ重なる部分は重なりました。あるんですね。もう夜中とかにね、道中歩いてて、自分が帽子をかぶってるような気持ちになって、この唾をこうやってねやっちゃったりとか、格好つけてですけどやっちゃったりとかして、そんくらいちょっと思い入れが入っちゃってて、ここまで入り込んでやられたんですね。入り込みました。やっぱりポジティブな面だけじゃなくて、そういう責められていくシーンとかが、ある意味読んでて辛かったなっていうところもあるので、そういった部分もあるので、ちょっとある意味テネットとは対極的なところもありましたね。でも一方でやっぱ物理学から見た、物理学から見た社会みたいな、そういう見方もされるわけじゃないですか。そうですね。なんか描かれ方的に社会の出来事から見るというよりは、結構やっぱ物理学者のお話だから、やっぱ物理に焦点を当てたからの見える社会みたいなところが私はすごく面白いなと思ったんですけども、それはご自身も物理の研究をされていて、どんなことを考えましたか？そうですね。やっぱり映画物理学者として見て面白かったのは、ちょっと社会の話じゃなくなっちゃうんですけど、特に前半の方で、有名な物理学者が次々と出てくるんですね。確かに、ボーアっていう量子力学っていうね、物理の一つの有名な一部門をね作った人と言われてるボーアって人とか、あとはですねハイゼンベルグっていう、ある意味オッペンハイマーのライバルの人とか、あとローレンスっていうね実験物理学者ですとか、あともちろんアインシュタインさんがね、出てきますし、あとファインマンっていうねちょっと若手の太鼓叩いてた人物がファインマンなんですけども、そういうファインマン物理学っていう教科書を作ってる人も出てきますし、もう憧れの人物が次々と出てきて、そういう意味で特にですね映画の前半もしくは小説の上巻は、そういう量子力学っていう分野ができていくその黎明期を追体験できたなっていうので、すごいポジティブに楽しかったなっていうのがあったところですね。いいですよね。このドタ祭でも、ご冗談でしょうファインマンさんっていうファインマンさんを取り上げたこととかもあったりとかして、だからもしかしたらドタ祭リスナーの方とかも、これファインマンじゃんみたいな感じに、ね、なった方もいらっしゃるのかなとか思ったりもしましたけどね。そうですね。残念ながら映画では、あれ見てただけだとあれがファインマンって気づくのは、ちょっと予備知識がかなりないときつかったかもしれません。ファインマンが太鼓を叩くのが好きだったとかあとファインマンの風貌があんな感じだっていうのが分かれば、いいんですけどね。いやなかなかお伺いできないお話を、次から次へとお聞きできてとっても楽しいんですけれども、ぜひこの番組ドタバタ科学ラジオということで、監修の際に、ドタバタしたエピソードがあればっていうちょっと無茶ぶりをしたいんですけれども。なるほどね。そうですね。まず監修のお話が来た時は、私的にはめちゃめちゃ嬉しかったです。もう正直生涯最高と言えるぐらい嬉しい。ある意味ですけどね、本業で嬉しいってことはあんまないから仕事してるだけなんで、なんかこういうのって嬉しいじゃないですか。仕事本業じゃないことで来るので、嬉しかったんで、もうお引き受けしますってあんまり条件とか聞かずにお引き受けしちゃったんですけど、で最初はおそらく100ページぐらいの監修を読むだけかなって思ってたんですけども、出版社の方がじゃあこれからお送りしますからっつって、これから私がチェックするのを全部送ってきたんですけども。それはメールですか、それとも郵便ですか？郵便です。郵便で送ってきたらなんか巨大な段ボールが届いたんですよ。あれって思って、なんか封筒とかかなと思ったら段ボールが届いて、で段ボール開けたら、高さ25センチぐらいの書類の束がわーってあってでページ数が2000ページ以上あるんですよ。わあこれ俺これから監修するのは引き受けちゃったけどどうしようかなって思ってある意味ドタバタしましたね。これはドタバタどころじゃないですね。やべえと思って、
これはちょっとこの金額じゃ引き受けられないなとか思いながらその辺は深掘りしないでおきますけどそれはありました。でもそれ監修ってどうやってやっていくんですか、どういうところからまず作業を始めるんですか？ですね、基本的にはただ一読まずしていくんですよ。はい、で一読しながら科学的な単語を僕は中心的に簡約したんですね。というのも政治的な話とかなんか裁判みたいな話もいっぱい出てくるんですけど、そこら辺はちょっと僕は翻訳した方ほど詳しくはないですので、あくまでも科学的なところですね。で読んでって科学的な単語が出てきた瞬間にそこでちょっと気持ちを入れてよく熟読するんです。例えば物理学科なんていう単語なんてもう多分100回ぐらいは出てきたんですけども、あと原子力って単語とか、そういう単語がもう大量に出てくるんですね。でそういうのが単語が出てきたたびにその単語が正しいか、あとそういう単語が出てきたら大体はその前後の、10行ぐらいは科学的なセンテンスだったりするので、そこら辺を熟読してまず一個一個文字が正しくないか正しいか見るっていうのはそれは基本中の基本であります。でただ大体の場合は根本的に文章がおかしい場合が多いんですね。なので根本的にですか？というのも翻訳者の方は科学を専門としている方じゃないので、英語のある単語を訳した時に科学的な単語なのに科学的な単語じゃないものと思って訳してて、誤訳されているものがいっぱい、もう誤訳されてるのは本当大量にあるんです。でそういうのを直す時には英語まで立ち戻らないとダメなんですよ。さっき言った2000ページのうち1000ページは英語です。で1000ページが日本語で僕も英語苦手なので、得意じゃない英語を読んで原文から読んでって、で専門用語が出てたらそれを正確に訳して、でなおかつその文章も正しく直してっていうのがそれが一番大変なところで、だいたいそういうのがですね、大まかに科学的な単語はだいたい2000箇所ぐらい出てきました。単語だけですよ。でセンテンスとして大規模に直したのはだいたい500箇所ぐらいですね。なのでかなり直しました、正直言うと。もうそれ単語帳にしたらいいんじゃないですか？そうですね。オッペンハイマー科学単語っつって、いいですね。オッペンハイマーから学ぶ英単語みたいな、英単語みたいなね。そうか、だからそれが専門用語かどうかっていう判断をまずしなきゃいけないってことですね。そうなんですね。それがちょっと大変ですね。で例えば小説なので、略し方とかもいろいろあって、例えば原子爆弾に対して水素爆弾っていうのがあります。原子爆弾よりも強力な爆弾なんですけど、それは最初は英語で言うと直訳で、ハイドロジェンボムっていうのが出てくるんですね。ハイドロジェンっていうのは水素ってことなんですけども、でもそういうのがだんだんですね、ハイドロジェンの最初の頭文字の H だけを使って、H ボムって書いてあったりとか、あとはそうじゃなくて原爆に対してより強力なスーパーなものなので、ただのスーパーって書いてあったりするんですよ。より比較してみたいなことで表現されてたりするわけですね。そうですね。なので同じ水爆でもスーパーだったり H ボムだったりハイドロジェンボムだったり、いろんな言い方が英語で出てきて、でそれを日本語に訳すときにどう訳すか、例えば水素爆弾って訳すのか、水爆って訳すのかとかいろいろ考えなきゃダメで、なので内容まで踏み込んでベストの翻訳を作るっていうのがある意味最も難しいところですね。本当にオッペンハイマーになりきらないとダメなんですね。なりきらないとある意味ダメですね。いやなかなか結構大変ですよ。英語もできなきゃダメだし、物理もすごい深く分かってなきゃダメだし、あと映画とか小説のエンタメ性も分かってなきゃダメなんで、もう3つできなきゃダメなんで、結構日本でこれできるの少ないですよ。多分数人しかできないかもしれません。かなりの SF 好きでもありますからね。そういう科学っぽい映画をずっと見てきたっていうところもね、素地にないとやっぱ厳しいと。そうなんですよ。でこの翻訳だとちょっと読んでる方見てる方が分かりにくくなっちゃうから、新しい用語を作らなきゃダメな場合もあります。ある種キャッチコピー的な。そうですね。その単語いかんによっては映画とか小説のね全体の見通しが変わったりする場合もありますので、なので例えば1回通して簡約した後に、何回も出てきた単語は検索して、もう1回その単語に関わるところを全部総チェックするとかもやるので、なんで1回通読しただけじゃなくて行ったり来たりする場合もあって、例えば
あるところまではうんハイドロジェンボムだったのに、うんあるところからは H ボムになって、あるところからはスーパーに変わって、うんど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 ん略していく。で、どっからどこまでは水素爆弾って日本語で言って、うんどっからは水爆に訳そうかって自分でそこもチューニングしないとダメなんですね。そういうのも含めて、うん漢訳の仕事になりますので、わあえすごい、うんもうこんなね、うんこれだけの作業の量もそうですし、もちろんそういった技術的なうんところもあるんだなっていうのをうん科学を伝ええる立場としてはそうですね非常に勉強にうんなりました、うんありがとうございます、もうあっという間に山崎先生この後ドタバタで大阪行かなきゃいけないんですよね、そうですね。本当のドタバタもうねですね。今ねもうここでねやめるしかないっていう、あと7分もないっていうぐらですね。やばいやばいだからもうね、んということで、最後にちょっとまた告知があれば、ぜひお願いします。わかりました。オッペンハイマー絡みのね、話なんですけども、5月11日にですね、オッペンハイマーの科学っていうね、講演を行いますので、で、トレッドノートっていうね、書籍さんと一緒にやるので、そこら辺検索していただければ出てきますので、はいぜひね、皆さん、申し込んで、おそらくオッペンハイマーの科学に関する本邦初の、講演会になるんじゃないかなといや、おそらく思いますので、はいぜひね、皆さん、ご参加いただければ嬉しいですね。はい、ぜひ皆さんご参加はいお願いします。はい絶対楽しいと思います。絶対楽しいと思いますね。もう絶賛ね、今プレゼン作り中ですので。はい。じゃあ、ええもうね、ぜひこれ聞いて、これ聞いた皆さんは予習したので、うん、さらにね、そうですね深く。っていうとこそうでろですすね。ね。えはい、で今日お話しいただきました山崎史郎先生の最新情報については山崎先生のうん X とうん Facebook が、そうですね。はい、ええあるということなのえで、えぜひチェックしてそうですください。ね。はい。あとちょっとあれなんですけれども、ええ今日いっぱい科学者のええ話が出てきたんですけど、え私オーストラリアでえマリー・キュリーの付箋買ってきまして、おーちょっとドタバタなんで、ええ申し訳ないんでこれ謝礼ですとか、おーなるほど。はい、あ物理学者のそうですよね。はいええあのありがとうございます。はい、ええぜひ、マリー・キュリーさんと、あとお二人、アイザック・ニュートンはいで、すね。いろんなそうですね科学いろんな方が者いますね出てきて興奮してたとおっしゃったえので、ええぜひ付箋でいろんなところにありがとうございます。貼っていただければと、ありがとうございます。はい思います。はい、ということで、もうね行かなきゃいけないので、ええはい、ということでドタバタ科学ラジオ、はいここまでのゲストは話題の映画「オッペンハイマー」の原作本の漢訳翻訳監修も手掛ける東京工業大学理学院物理学系助教の山崎史郎先生でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ドタバタドタバタサイエンスラディオドタバタ科学ラジオ第28回、私踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希が気になるゲストさんをお迎えし、対話の中でどんな化学反応が起きていくのかをリアルにお届けするゲスト企画第2弾でしたが、いかがでしたでしょうか。まさにオッペンハイマーの原作本の漢訳ということで、そういったところに関わっている方と、直接お話しするってこれは本当すごいことですよね。今回山崎先生との対話の中で改めて感じたことは、そんなやっぱすぐにできるものでもないですし、 SF とか、そういった科学に関わる映画好きでもあるっていう、そういった、山崎先生だからこそ、できたことなのかなとかもちょっと思ったりもしましたね。私も映画オッペンハイマー見てきたんですけれども、教科書の中に出てくる静止画でずっと見ていた科学者たちが映画の中で話していたりする姿とか、これはやっぱりちょっと今まで生きてきた人生とやっぱ見方が変わるというか、科学者たちももしかしたらこうやっていろいろ関わりがあって学問を築いてきたのかななんていうことに思いを馳せるきっかけにもなったかなと思いますね。もちろん科学技術だけでは語れないこともありますけれども、今回その中でも科学漢訳のお話を聞けてとっても嬉しかったです。あと今回はちゃんとドタバタエピソード聞きましたからね。前回はミッションインポッシブルでしたけど、今回はトム・クルーズが演じているイーサン・ハントばりに頑張りましたからね。ちょっと無茶ぶりだったんですけれども、いい話聞けましたよね。ドタバタから派生する科学漢訳のお話とかすごく勉強になりましたね。ということで、まさにドタバタミッションポッシブルテレー
はい、ということで今回聞いてくれたあなたにも何か一つでもいい刺激になったら嬉しいです。感想もぜひ送ってください。すべてのお便りはドタバタ科学@gmail.com まで。メールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます。番組の感想や応援などは X でハッシュタグドタサイをつけてポストしてください。そしてこの番組ドタサイを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。お仕事関係の方ぜひご連絡をお待ちしています。連絡先は所属事務所ワオエージェンシーのお問い合わせにお願いします。こちらはポッドキャストの概要に入れておきます。ということで最後まで聞いていただきありがとうございました。最後はこの言葉で締めましょう。せーの、レッツオッペンハイマー。原作本も読んでね。サイエンス。東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希でした。また次回をお楽しみに。お便りや感想も待っています。バイバイ。